はい、どうもこんにちは。在育祈願の黒章のお時間です。今回も黒ではなく、ジュニアです。はい。よろしくお願いします。はい、シーズンは、3、エピソードは19らしいです。もうとんでもないところまで来ましたけど、日本に帰れればシーズンが変わるのかな。はい。はい、今回今、これ撮ってるのが26日、タロン戦の2日後なんですけど、はい。ここからまた中日3日空いて TS 戦になるので、結構忙しいかな。OK です。合ってます。OK。合ってます。それは合ってますよ。はい。はい。これが公開されるのが29ということで、シークレット戦の試合が20時なんで、それの前ぐらいに上がるのかな。なんかね、今回折り返し地点らしいんですけど、印象は印象はそうですね。まだちょっと何とも言えないですね、まだね。いや、時間が経つのが早かったなとか。はいはいはい。そう、ほぼ1ヶ月ぐらいですかね。こっち来て。ほぼ1ヶ月ぐらい経ちましたけど、いかがですか、韓国は。そうですね。まだ新しいことばかりで驚かされる面も多々ありつつ。じゃあここ1週間で驚かされたいことを教えてください。まず今日の天気はめちゃくちゃいいということですね。この天気の良さは韓国来て俺まだ2回しか見てないです。じゃあちょっと、早かったですか？遅かったですか？早い。でも日本にいる時よりは、どうですかね。早いかな。ちょっとわかんないです。個人的には、そんな早くもなく遅くもなく普通にほぼ1ヶ月ぐらい経ったなって感じが。ただ1日が過ぎるのは早いかなって感じはするかな。ほぼずっとなんかしらしてるので、ちょっと早く感じますね。日本よりは。ただ大会ってこんな感じだよね。大会期間中とか。そうですね。準備期間中は。日本でブートキャンプしてる時がね、一番時間が経つのが早い。俺の体感。もう終わったやんみたいな。そうかもしれない。はい。間で2試合、DFM とタロン戦が入ったわけですけど、DFM 戦から行きましょうか。はい。はい。DFM 戦、そうですね。ちょっと試合前煽り動画とかね、いろいろ撮ってましたけど、なんかしら感想抱きました。俺に聞いてます？はい。いや、そうですね。煽り動画の話だと、ちょっとセンシティブな内容に触れてるなと思いました。はい。センシティブといえば、はい、場外情報戦と言いますか、してるなといったところで。場外情報戦ですね。なるほど。はい。試合が始まる前からもう試合は始まっている。はい。じゃあ、ジュニアさんから見て DFM 戦のクオリティ、感想、ざっくり言えます？ DFM 戦は全体的に良かったかなという印象が強いですね。はい。細かいところはちょっとあれです。忘れちゃったかもしれないですけど。はい。スクリムのパフォーマンス以上のものが出てたような気がしますね。はい。DFM 戦は、セントヘイブン、どっちも練習やってた感じのものをそのまま出せてたから、あとはインゲームコールとか、スクリムよりパフォーマンス良かったっていうのはその辺かなって感じはする。ジャパンダービーみたいな感じですけど、なかなかリーグ戦ではね、1回しかない試合なんでね、しっかり勝ててよかったかなと思います。じゃあ次、タロン戦行きましょうか。これ記憶はまだ薄れてないですよね。多分大丈夫です。はい。はい。多分。じゃあ、ヘブンの相手の構成言えます？レイズスカイの、あとは三人衆ですね。俺らは他三人衆と呼んでます。残りの3キャラは。その3キャラを詳しく教えてもらっていいですか？詳しく喋ると、ブリーチとオーメンとキルジョイです。これはヘイブン三重士と呼ばれてます。ヘイブン三重士を連れてきたよ。ヘイブン三重士スタンの専門家ブリーチです。影が来るぞ。オーメンです。アラームボット展開違う。はい。ガジェットの専門家キルジョイ。なるほど。ヘイブンさん同士を連れてきた結果、勝てたと。そうかもしれないです。はい。こっちもヘイブン三重士いますけどね。アセントの構成覚えてます？アセントが KO と、いや、普通に KO 相場。アセント3投手。
京葉相場のアセント 30C。京葉相場のジェットのオーメンの、サイファーだ。30C じゃねえじゃん。30C じゃない構成に負けましたけど。そうですね。はい。危なかったですね。結構薄れてたかもしれないですね、今、記憶が。ちょっと今危なかったですね。2日経った今。サイファーってあんまりいないからね。なかなか。最近見ないよね。そうですね。なんかリーグで使ってるチームも FPX とか、ちょっとFPX は昔から使ってますね。地域違うところかなって感じがするかな。ただなんか、東南アジアは昔からもともとサイファーをちょこちょこ使ってるチームが多い。今度だからシークレットも含めて。なんか相棒で使ってましたね、前ね。そうだね。X10 の時とかもそうなのかな。相棒でサイファーやってたりしてたね。はい。パチパンがジェットやってたタイミングとか。タロン、じゃあざっくりした感想をいただけますか。タロン戦はまず第1試合とかは、ちょっとまだエンジンがかかってないなっていう印象でしたね。そこで結構少人数戦が結構落とされてしまって、少人数戦に関してはもうエイムがプルプルしてたので、あんまり調子が良くないなという印象をこれを受けました。はい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 。アセントはそうですね。オーバータイムまで行った試合なので、お互い、尽力を尽くしたといったところなんですが、尽力を尽くした。新潟では尽力ですね。ちなみに。ちょっとサイファーへの対応は結構できてたのかなとは思うので、問題はそれ以外のところにあるのかなと。1試合目からね、アセントくらい結構エイムが温まってたらいいんですけど。なるほど。はい。って感じですね。はい。このテーブルにこうやって、形つけるのやめてもらっていいですか。こう、手をここに置いといてもらっていいですか。膝の上に。はい。そうですね。じゃあ、印象に残った選手などいました？印象に残った選手といえば、寿司ボーイズですかね、やはり。寿司ボーイズですか。はい。やはり。理由はやっぱり、ジャパンの寿司っていう名前がついてるっていうところもありますし、あと、キルジョイ、ヘイブンのキルジョイのパフォーマンスがすごい良かったので、やはり、キルログにやっぱり寿司ボーイズっていう名前が結構映ってたので、印象に残りました。なるほど。ちなみに寿司ボーイズが寿司を食えるかどうかって知ってます？あんまり得意ではないという噂を聞いたことがあります。そういうのは知ってるんですね。自分もあんまり寿司は一部は得意じゃないので。こう感じるシンパシーがあると。むしろ逆に寿司で全部のネタいける人っているんですか？全部いけます？俺は魚卵系が嫌いなんで。ですよね。イクラ、はいはい。あとエビカニ食えないですね。そこはもうしょうがないですね。ちなみに石垣さんは何ですか？僕もね、苦手なものはあります。石垣さんは貝類だそうです。ということは寿司ボーイズも普通なのでは寿司のネタが何が嫌いかは言ってないですからね。確かに。そうですよね。じゃあ皆さんも嫌いな寿司のネタ書いて嫌いな寿司のネタ普通好きな寿司のネタ聞くっしょ。やっぱ全部食べれる人の意見聞いてもしょうがないんで。確かに。食べれなくて嫌いなネタがある人は、ぜひ書いといてください。はい、書いといてください。はい。タロン戦、そうですね。スロースターターって言えば、スロースターターですけど、やっぱ1戦目からエンジンかからないの自体はなかなか問題ではあるので、ちょっとリーグ、やっと折り返ししてんですけど、終盤に行くにつれて、じっくり直せればいいかなとは思ってるけど、個人的に DFM 戦である程度治ったのかなと思っていたんですけど、いやでもね、試合の内容見てる感じ、別に序盤からエンジンかかってなくて負けてるっていうよりは結構、有利主張としてそれでラウンド行かれてた感じだったんで、スロースターターな部分はどんどん治ってきてるのかなって感じはするかな。ヘイブンもアセントも基本的にリテイクで行かれてるところが多かったんで、ちょっとその辺は試合中対応できるできないは大事かなって感じしましたね。アセントの負け方に関してはすげえ惜しいとしか言いようがない。もう本当にこういう日が、こういう日はあるよねみたいな。オーバータイムの試合はもうしょうがないです。惜しいが出るのは。OT はそうなんだけど、OT 行くまでにこう取れるラウンドがたくさんあったから、そこがね、ちょっと惜しいなって感じ。でも、いい試合もあったら悪い試合もあるはずなんで、ただこれプレーオフ行けなくなったわけじゃないからね。
まあ、ちょっとまだ何が起こるか分かんないですね。他のチームも結構、拮抗してるようなので。はい。はい。もう3人が溢れてますね、今。そうなんですよ。はい。まあ、とりあえずプレーオフは絶対行って、まあ、どの順位で行くか分かんないけど、まあ、そこからまた考えてって感じですね。はい。まあ、一番楽な2位で通過っていうのはちょっと、まあ、ちょっと遠くなってしまいましたけど、まだまだ続いていくので、はい、頑張りましょう。はい。印象に残った選手。まあ、俺はね、まあ、パティパンがね、やっぱなんだかんだ頑張ってはいたんだけど、今回タロンの印象として、まあ、本当にロックインに戻してきたなって感じがする。戻してきましたね。そう。めちゃくちゃなんかね、まあ、本当にアセントヘイブンとかオーソドックスなマップだけかもしれないけど、ロックインの時にやってたことを、まあ、結構そのまま構成も戻してやろうとしてるのかなって感じ。なんかスタイル的にはそのままロックインって感じじゃなかったけど、うん。まあ、ロスターの使い方とかがその辺がロックインだなって感じしましたね。もうちょっと遅く戻してほしかったなって感じがすごいしますけどね。はい、まあそうですね。あと1週間早く戻してくれればこっちもちょっと対策できたかもしれないですね。そう。まあ方法だって対策とかね、その辺意味もなしてなかったからね。基本なしてなかったですね。うん。まあ次戦シークレットですけど、シークレットに対してのイメージありますか？ TS のイメージですか？はい。なんか TS はインタビューで見たところ、非常に相手の心理を読むのに長けてると自負されていたので、まるで、なんて言うんでしょうね。将棋と言いますか。囲碁囲碁と言いますか。チェスと言いますか。麻雀なんかそういう違うな。麻雀はちょっと違うかな。ちょっとどんどん離れていってる。麻雀がマインドゲームではない。麻雀はマインドゲームじゃないですよ。あれはコインフリップですよ。あれ天宝出したら勝てますから。それはそうですよ。そうです。はい。で、バロラントも適当に目抜きして全員殺したら勝てますよ。まあ、それはそうなんですけど、でも、一応ね、理論上トレードキル取れるんで。なるほど。はい。こっちもコインフリップし返せば勝てます。まあなんかね、ロックインの時にリクイッドに勝って、まあ彼らはまだキッズだからみたいなインタビューで答えたりしましたけど。はい。僕らも結構まだキッズですかね。どうでしょう。平均年齢は的に考えるとそんなに普通か？でもいやちょい高めか？まあ青年ぐらいですかね。普通ちょい上くらいかな。なるほど。ちょっと調べてないんで分かんないですけど、他のチームを。マインドゲームには勝てるってことですか？まあもうマインドゲームしてくるよって言われたらこっちはカイジみたいに、カイジ見たことありますか？はい。カイジみたいにカードを伏せるんですよ。あれカードを伏せてましたっけ？カイジって伏せてましたよね。カイジのどこの話ですか？限定じゃんけんの。限定じゃんけん。はい。俺はもうカードを伏せて選ぶぜみたいな。あれそんな話になりませんでしたっけ？まあ自分さえも騙すみたいな、そういう話ですよね。そうです。あ、はい、ごめん、これ違うやつかも。ごめんなさい。そんな話ねえわ。多分。すいません、嘘つきました。あ、じゃあ。なんか嘘食いでありそうな話ですね。そういうの。いや、違うね。カイジの、E ゲームっていう、奴隷と皇帝のゲームがあるんですけど、これネタバレになっちゃうからあれなんですけど、そこの試合の中で、主人公のカイジさんが、イカ様っぽい動きをするんですよ、わざと。なるほど。で、相手のプレイヤーが、利根川って言うんですけど、利根川が、こいつ今イカ様したなって気づくわけですよ、優秀だから。でも逆に、カイジはそれはフェイクで、実はやってないみたいな。なるほど。はい。そういうさせる。そうです。これをね、やります。なるほど。はい。というわけで、俺らちょっと夜出すか。夜ですか？夜出すか。どこでですか？どうしようかな。全部。でも、シークレット、この動画見ますかね？まあ見るんじゃね？見ますか？じゃあもうシークレットのツイッターと選手全員に URL を送って見させると。ちょっといじらないでもらっていいですか？はい。手は膝の上で。はい。夜出てくるらしいよ URL みたいな。なるほど。じゃあジュニアさんそれやっといてください。俺がやだブロックされる。でフォローもしてるんだからブロックされないよだよまだ。そうかもしれないです。はい。まあそうですね。まあじゃあ惑わせていくとシークレットは。そうです。はい。ここで、ジェシー・バッシュ驚異の33歳と書いてありますけど、ジュニアさん何歳でしたっけ？俺今年で32ですね。2014年。2024年ですよね。ちなみにダブルステップの年齢知ってます？
わかんない。31とかじゃないですか。お。この前めちゃくちゃキャリーしてましたけど、ダブステップさん。DFM 戦で。それはすごい。ジュニアさんも慣れたってことですよね。まあ。可能性はあったかもしれないです。なるほど。はい。年配が多いって書いてあるんですけど、結構これ失礼じゃないですか。年配が多い。ベテランやっぱベテランって言わないと。ベテランが多い。ジュニアさんはだって年配って言われたらちょっと嫌でしょ。まあ、でもシーンの中ではね、やはり、まあ20歳を超えたらもう年配ですから、なるほど。今の e スポーツ業界は。でもベテランって言われた方が嬉しくないですか？まあ。そういう人もいるかもしれないです。じゃあジュニアさんは年配でいいと。いや、まあ、お好きなように。はい。今度からじゃあデータディビジョンの年配な方のコーチって言われますよ。年配な方のコーチ。そんな表現聞いたことない。いや、それはそうですね。はい。じゃあチームの調子はとりあえずね、タロン戦終わって別にこうめちゃくちゃやってること自体が間違ってる感じはしないので、とりあえず試合のパフォーマンスをいいものに出せるようにって感じかな。はい。ジェイさんから見てどうですか？現状今チームの調子は。そうですね。今回タロン戦で負けたことで、より一層、っていうかもうあんまり日にちがないので、この TS 戦、より一層、気を引き締めて、はい、臨めればなと。はい。はい。はい。幸運なことにね、結構、練習自体もうまくいってて、ある程度こう、プレーオフに向けてどんどん準備自体はできてる状態ではあるから、ちょっとここで負けたこと自体は結構痛いけど、ここでなんかこう、もうボロボロの状態で負けてみたいな時よりは全然いいから、そうですね。ちょっとポジティブに行くしかないかなって感じですね。じゃあチームシークレットの要注意選手を教えてください。チームシークレットの要注意人物。はい、これはもうダブステップ選手ですね。これなぜですか？同い年だからですか？いや、なんかキャリーしてたらしいんで、強えなと。波に乗ってるなと。パシフィックだけに。そうです。そうですね。でも、シークレットはね、ベテランプレイヤーもうまいんですけど、ジェレミーとか、レイズ使ってる時のジェレミーとか、若手の新加入のインビーも強いし、全体的になんかバランスがいいチームになったなって感じはしますね、今回。ロックイン以降ですかね。今頭の中でこう何が想像されてうなずいてたんですか、今。ロックイン以降、いいなと。なるほど。平均年齢がだいぶ下がったのもあるし、なんかじゃあここでダブステップ、ジェシーバッシュとかがこうサポートに徹するかって言われると、別にそういうわけじゃなくて、全然ジェット使ってキャリーしたりもするんでね、なんか面白いチームだなって感じしますね。で、今の時代というかバロラント自体でデュエリストが年齢高いことなんてほぼありえないもんね。あんまり聞かないですね。はい。スクリーン昔の。いやもう彼はデュエリストじゃないんで。そうだった。はい。デュエリストいらないって言ってたチームなんで、ね。そういえばそうやん。スモークもいらないとか言ってた気がする。はい、ただ最近は本当に普通の構成に戻しつつ、はい。KC ね。そうですね。調子良さそうで、ナビに対して、どこやったか覚えてます？ナビに対して？はい。一番新しい試合、ナビ対 KC なんですけど。そうなんですね。ちょっとそれはまだ見てないですね。なるほど。はい、どこやってそうですか？どこやってそう？はい。ナビに対して、いや逆にロータスとか。2マップやりました。2-0で負けたんで。これ当てるの難しすぎるだろ。ロータス当たってますよ。おー。はい。ってことは、ナビが好きそうなマップ。これアセントでしょ？おー、正解です。おー、やっぱり。アセント確か13対11とか、結構接戦で負けたロータスは13対8とかで負けましたね。前半めちゃくちゃ追い上げてたんですけど。なるほど、なるほど。サイドチェンジしてからは、もう1ラウンドぐらい取って負けましたからね。はい、そうですね。はい。年齢が結構いってるチームではあるので、マインドゲームだったり、そういうのを気をつけたいなと。はい。ということでね、4月29日、シークレット戦があるので、さすがにもうこれ以上負けられないかなって感じですね。ぜひ見てください。そしてね、じゃあ一番下読んでください。はい。ここでゼータディビジョンからのお知らせです。現在ゼータディビジョンではスタッフを募集しております。
一緒に働きたいと思う方、日本の e スポーツを盛り上げたいと思っている方、ゲームが好きな方、絵が描ける方、音楽が作れる方、YouTube の動画編集ができる方、外国語、もしくは日本語を両方喋れる、もしくはその両方喋れる方、などなど、様々なあなたのスキルを活かせるチャンスです。この機会お見逃しなく。詳しい情報はゼータディビジョンのサイトでチェックして、ぜひ応募してみてください。マネージャー募集してるらしいですけど、ほう。マネージャーにはどういった素質が求められていますか？マネージャーに求められるのは、まず何と言っても、正直これは筋力かなと。結構交渉することが多いので、舐めたらピーするよみたいな、そういう交渉力がある人間が結構いいのかなと。筋力ですよね。筋力です。はい。どういうことですか今？要は筋肉ムキムキの人と交渉すると、こいつこの人に失礼なこととか怒らせたら結構やべえんじゃないかなって思われるじゃないですか。そういう無の圧力、これが結構重要かなと。無の圧力。無の圧力。なるほど。じゃあ筋肉ムキムキの方ご応募待ってます。はい。じゃあ何ですか？ビデオディレクター。これどういう職業か知ってます？ビデオディレクター？はい。クリエイターじゃなくてディレクターですか？同じなんだ。どういう人が向いてますか？まず、アドビの年間の金を払える人。会社が払ってくれますよ。ああ。じゃあ、ここは気にしなくて大丈夫です。他、なんか必要そうなスキルあります？まあそうですね。石垣さんが持ってそうな。石垣さんが持ってるスキルとして、まあジュニアさんが、いや、これは絶対あった方がいいなっていう。まあ基本的に、まあクリエイティブなお仕事ですので、やっぱり映画が好きな人ですかね、やはり。はい。映画ですか？映画ですね。はい。石垣さん、今月入って映画何本見ました？見てない。お、失格ですか？はい。じゃあまあ、いいですかね。とりあえず、まあ映画が好きな人ってことですか？やっぱり。ちなみにソフトは何を使ってるんですか？プレミアと、まあ、多少のアフターエフェクトとか。ほう。今、プレミアとアフターエフェクトとのことですので、この2つのソフトが結構使える方が今有利と、メタとされてます。でも、カメラ回して動画撮ることが仕事ですよね。そうなんですか？あ、じゃあもうこれ映画じゃないですか。映画の撮影のやり方と微妙に違うから、じゃあ違うのか。はい。映画撮ってるわけじゃないんで。じゃああれじゃないですか。これも筋肉じゃないですか、じゃあ。あ、筋肉ですか、やっぱり。うん。だってカメラ持ちながら動くのは結構大変ですよ。なるほど。まあ、石垣さんも筋トレしてましたもんね。うん。やっぱそういうことですかね。じゃあ筋肉に自信のある方、体力に自信のある方。じゃあビデオディレクターも筋肉が必要ですので。そうです。ヒューマノイドジャイロ搭載のカメラが動かないようにできる手ブレ補正に自信のある方。じゃああとかビデオアシスタントディレクター。ディレクターとアシスタントディレクターこれ何が違うんですか？あ、待って、マネージャーとアシスタントディレクターか。何が必要ですか？そうですね。まあ、筋肉と料理ですかね。おー、全く関係ないですね。これはね、意外や意外、巡り巡って関係してくる。まあ、料理っていうのは結構いろんな工程の作業効率とかを考えるたり、まあ配分を考えたり、まあちょっとミスったら臨機応変に。なんでそんなになんでそんなに喉詰まってるんですか？はい。まあなんかはい。まあ料理っていうのは本当にまあ繊細ないろんな技術がね詰められてるって言われてますので、まあなので料理が得意な方というのはまあ非常に卓越したスキルを持ってるという総合力の証になりますので、ぜひ料理に自信のある方、これはもう調理師免許はね持ってなくても大丈夫です。ご興味あればご応募ください。役職名なんでしたっけ？アシスタントディレクターです。はい、ということで、シーズン3エピソード90はこれにて終了となります。まあ次回がちょっといつになるか分かんないですけど、まあこの後夜シークレット戦があるのでぜひ応援お願いします。
YouTube の方はもう高評価とコメントを、Spotify は勝手に聞いてください。ということで、今回は以上となります。じゃあジュニアさん締めてください。はい。本日はご視聴ありがとうございました。本日も一日ご安全に。それでは、さよなら。さよなら。